1476年、山内上杉氏の家裁、長尾景春が八形城で挙兵しました。長尾景春の乱です。この反乱により京徳の乱は三者定律の様相を迎えていきます。はいどうも皆さんこんにちは。今回は長尾景春の乱についてお話ししていきます。重氏と上杉氏の間で起きた京徳の乱でしたが、上杉氏内部で争いが起こり、長尾景春が上杉氏を相手取った反乱を起こしました。これが長尾景春の乱です。こうして関東は上杉、重氏、景春の3つの勢力が並び立つ状態へと移行していきます。それでは長尾景春の乱について詳しく見ていきましょう。1473年、山内上杉氏の家裁、長尾景信が死亡しました。彼の死後、家裁をめぐって後継者争いが勃発。山内上杉氏は弟の忠景派と息子の景春派に分裂します。こうして伊香子の陣を離れた景春派は八形城で挙兵。忠景派がいる伊香子の陣を襲撃します。長尾景春の乱の始まりです。景春のもとに集まった人々はなんと2000人から3000人に及んだと言われており、景春の部下や忠景に不満を持つ人々で構成されていました。さらに景春は伊香子の陣襲撃に備えて道を塞ぎ、上杉方が兵糧を運び込むためには利根川を通すしかないという状況まで追い込んでいます。こうして長尾景春は大軍を率いて伊香子の陣を襲撃。この攻撃によって伊香子の陣はあっけなく崩壊しました。忠景率いる上杉方は完全に景春を見くびっていたと言えるでしょう。とはいえ景春もこの先のことはあまり考えていなかったらしく、太田道館にこれから先どうすればよいかを相談しています。おそらく景春としては道館に味方になってほしいと思っての相談だったのでしょうけれど、道館の返事は忠景派に謝ってどこかに身を引けという返事でした。しかし景春としてもさすがにそんなことはできないという考えだったのか、これを拒否。重氏と戦っている時に仲間割れをしている場合ではないので、道館はなんとか忠景派と景春派を和睦させようとしますが、どちらも引くことができない状況でした。こうして上杉方は2つに分裂。各地で上杉氏の仲間割れが始まります。太田道館はこの頃江戸城を拠点としていましたので、その周辺の状況を見ていきましょう。太田道館の属する扇ヶ谷上杉氏の主要な拠点は江戸城と川越城でした。しかしその間にある石神井城、練馬城が景春に味方し反乱を起こしたのです。こうなると太田道館は主要拠点を分断されて連絡ができなくなってしまいます。道館はこの状況を打破するために石神井城、練馬城を攻撃しようとしますが、多摩川が増水しており南からの増援が見込めなかったため、この計画は変更。代わりに相模にある景春派の拠点を攻撃させます。こうして相模と武蔵南部の各地で争いが起こっていきますが、太田道館の活躍により景春方は敗退。後に石神井城と練馬城も攻め落とし、道館は関東平野南部の戦いを鎮圧することに成功します。こうして道館は伊香子の陣奪還へと出陣。この頃になると伊香子の陣崩壊に追い込まれていた上杉方も体制を立て直しており、上杉方に太田道館が合流して伊香子の陣奪還に向けて動き始めます。こうして景春と合戦となり、死闘の末上杉方は伊香子の陣奪還に成功。景春方は八形城へと撤退します。こうして太田道館の活躍により長尾景春の反乱は抑え込まれたかのように見えました。しかしなんと長尾景春は足利重氏に救援を要請。上杉氏を倒すために敵だったはずの重氏と手を組んだのです。重氏としては敵の本陣である伊香子の陣が崩壊していたり、長尾景春の反乱によって敵の内部が混乱していたりと絶好のチャンスだったのでしょう。こうして足利重氏の大軍が西へと進軍し、上杉方はまたも西へと追いやられます。このようにして上杉軍と重氏、景春連合軍の睨み合いの状態が続いていき、ついに最終局面を迎えますが、大雪により両軍ともに戦える状態ではなくなって中止。長すぎる戦いに両軍ともに疲れていた中での大雪ということもあり、和睦の機運が高まりました。こうしてやっと和睦交渉が行われます。幕府と古学坊の和睦を上杉が仲介するというのはどうか
と持ちかけます。この教徳の乱は当初現地で戦っているのは上杉氏と足利重氏でしたが、上杉氏の背後には幕府がついているという構造でした。この後戦いが進むにつれて長尾景春が上杉氏から離反して重氏と協力するようになっていましたので、足利重氏としては私が戦っているのは上杉方で幕府とは戦いたくないという思いだったし、上杉方としては重氏と景春を相手に戦うのは難しいという思いだったでしょう。ということで上杉氏は幕府と古学坊の和睦を上杉が仲介するという条件を提示したのです。こうして上杉氏と重氏の間で和睦が結ばれます。この段階ではあくまでも上杉氏と重氏の和睦で、幕府と重氏の和睦ではありません。ともあれ重氏は軍勢を撤退させましたので、上杉氏は景春との戦いに集中できるようになりました。こうして関東の戦況は上杉氏と景春の戦いとなっていきます。景春は秩父を中心に転戦していきますが、結局上杉氏勢力を破ることはできませんでした。理由はたくさんあるかと思いますが、その中でも太田道灌の活躍はまず真っ先に上がるところでしょう。また景春が敵対した山内上杉氏、その当主である上杉昭貞は以前お話しした通り、越後上杉氏当主である上杉房貞からもらった養子でした。となると父である房貞は息子昭貞が当主を務めている山内上杉氏を支援することは当然です。この強力な軍事支援が上杉方にはあり、それを景春が崩すことができなかったということも長尾景春が負けた理由として挙げられています。こうして最終的に長尾景春の乱は鎮圧され、上杉房貞を通して重氏と幕府は和睦します。この和睦自体すごく難しかったようですが、何が難しかったかというと、堀越久保足利正友をどうするかという問題でした。足利正友としては伊豆に残りたい、幕府としては京都に帰ってこられても困る、上杉氏としては京都に帰ってほしい、足利重氏としても京都に帰ってほしいという完全に邪魔者扱いで、和睦交渉の中心は堀越久保をどうするのかという話でした。結局この問題は堀越久保は伊豆一国を管轄するということで決着しますが、もともとの予定では関東の支配者として送られたはずの正友としては、なんで一国なんだと不満に思うし、上杉氏重氏としてはなんで伊豆を渡さないといけないんだと不満に思うという、誰も幸せにならない結果でした。とはいえこうして長きにわたる教徳の乱は終わりを迎えるのでした。さていかがだったでしょうか。こうして関東は戦国時代に突入し、ついに伊勢宗瑞、つまり北条早雲が現れます。しかしそれより先に教徳の乱と同時期に京都で起こっていた大乱についてお話ししていきましょう。ということで次の動画からは応仁の乱についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。